見た目はガンダム、中身がガンダム。ガンダムとは何なのか。ネタ解説。見た目はガンダムに見えないのにガンダム扱いされる機体、そして見た目はガンダムにしか見えないのにガンダムではないとされる機体。ガンダム作品においてそのような機体は多数存在します。しかしそもそもガンダムの定義とは何なのでしょうか。先日の2本の動画では私の主観的な解釈でガンダムとそうでない機体をお話しさせていただきましたが、他にも考えられる機体やガンダムについての解釈の仕方についてたくさんのコメントをくださりありがとうございました。今回はいただいた皆様のコメントも参考にしながら、何がガンダムで何がガンダムではないのか、解釈によって変わるガンダムの定義について考察してみたいと思います。なお本動画も私の主観的な意見を多数含んでおり、これはガンダム、これはガンダムではないと断定するものではありませんのでご注意ください。1、新機動戦機ガンダムウィング。新機動戦機ガンダムウィングにおけるガンダムの定義について、まずアニメ劇中ではウィングガンダムがガンダニウム合金製モビルスーツと知ったオズの士官とゼクスの口からガンダムという言葉が出ています。つまりガンダニウム合金製モビルスーツをガンダムと指すことが伺えます。次に小説ではトールギスとウィングゼロはガンダニウム合金製モビルスーツとして設計されていたので、2機ともコードネームはガンダムとされていたことがトレーズの記憶の中で語られています。さらに小説や書籍内でもガンダニウム合金製モビルスーツイコールガンダムという言葉が複数描写されていたので、定義の一つであると考えられます。このように捉えた場合、ガンダニウム合金製モビルスーツバイエイトやメリクリウス、そして小説版のトールギスやトールギス2はガンダムに分類されるはずですが、劇中ではガンダム扱いされていないように見受けられます。作中では5体のガンダムが戦いを繰り広げたことで、ガンダムがモビルスーツの分類を指すのではなく象徴を表す存在に変化していきます。具体的に小説版ではエピオンについてヒーロとトレーズはガンダニウム合金製モビルスーツであるにもかかわらず、これはガンダムではないとしています。しかし周囲の者たちがガンダム扱いしていたので、結果的にエピオンはガンダム扱いされるようになっていきました。こういった事象からガンダムとはガンダニウム合金製モビルスーツであると同時に象徴的な存在になり得る機体かどうかが、その名を冠するかどうかの分かれ目になっているのかもしれません。我々が倒さなければならないのはガンダムだ。2、機動戦士ガンダムシードシリーズ。シード系のモビルスーツにおけるガンダムの定義は OS がガンダムになっているかどうかと言われています。劇中ではストライクの OS 起動時にキラヤマトが OS を見てガンダムと発言していますが、機体名称はあくまでストライクと言われています。しかし模型やゲームなどの故障では分かりやすくするためか、ガンダム OS を搭載している機体には基本的にガンダムの名称が付けられています。なお皆様のコメントでシードシリーズについて一番多かったのが M1 アストレイはガンダムなのかについてでした。モビルスーツ全集14、電撃データコレクション18、アニメ版ガンダムシード、漫画版アストレイ、小説版アストレイブルーについて確認したところ、まずアストレイの OS はガンダムとされており、さらに M1 アストレイは当初ナチュラルには使い物にならなかった OS をキラが改良したもので、アニメでは改良された OS にガンダムと表示されています。つまり M1 アストレイの分類はガンダムになると推察できます。しかしネットの情報ではアニオタウィキに M1 アストレイの OS はガンダムではないと記載されているので、もしかするとそういった記述の文献が他にあるのかもしれません。なお M1 アストレイはガンダムフェイスであり、ガンダム OS 搭載機のはずが、ガンプラやゲームなどの表記では基本的にガンダムの名はついていない機体となっています。他には暁もガンダム OS 搭載機ですが、ゲームなどでは暁と表記される一方で、ガンプラでは暁ガンダムと表記されるという媒体によって名称がばらついている機体も見受けられます。ただ M1 アストレイのような例外はあるものの、基本的にシード系は OS によって分類されているようです。ガンダム。3、機動戦士ガンダム00。ガンダム00におけるガンダムはもともとは
ソレスタルビーイングが開発した GN ドライブを搭載する最新鋭機体が持つ名前として登場しました。しかし、そもそも GN ドライブがガンダムニュークリアスドライブの略称なので、太陽炉を持つ機体は全てガンダムとされており、疑似太陽炉を搭載したジンクスも劇中でガンダムと呼ばれています。そのため、太陽炉を搭載していれば、カテゴリー的には全てガンダムになりますが、ガンダムという呼称の始まりであるソレスタルビーイングはテロリストという位置づけなので、ソレスタルビーイング以外の機体の呼称や外観はガンダムとは呼べないものになっていきました。セカンドシーズンに入って以降は、疑似太陽炉が普及したことに加えて、敵意の対象であるソレスタルビーイングのガンダムを避ける意味もあって、GN ドライブ搭載機イコールガンダムという概念が薄れていきます。イノベーターが開発したレグナントは、見た目はガンダムとは思えない外観をしており、両親を殺したガンダムへの復讐を行うべく戦うルイス・ハルビによって運用されました。疑似太陽炉を搭載しているという点ではガンダムの分類になりますが、セカンドシーズンにおけるガンダムの意味合いから考えるとガンダムではありません。しかし、劇中には登場しない裏設定として、レグナントにはガンダムタイプの頭部が隠されており、機動戦士ガンダム WON インテグレーティッド G ルームズでは、ルイスは憎んでいたガンダムに実は自分自身が登場していたという演出が予定されていたことが明かされているので、設定上レグナントはガンダムの分類に属すると思われます。また主役機体ダブルオーライザーは後のダブルオークアンタも含めて GN ドライブ搭載機であることや、ソレスタルビーイングの機体という意味では紛れもないガンダムのはずが、ガンダムを超えた存在という意味が込められた機体なので、ガンダムなのかそうでないのか意見が分かれることもあります。なおパイロットのセツナは本機をガンダムと呼んでいることに加えて、過去にオーガンダムに救われた経験から、ガンダムをただの機体の名称だけではなく救世主という概念としても捉えているので、セツナ自身もガンダムとされています。俺がガンダムだ。4. 宇宙世紀。宇宙世紀におけるガンダムの意味合いは機体によって様々です。最初のガンダムである RX78 はガンダムという機体名称を持ち、機体性能が非常に高いワンオフ機として開発された機体であり、特徴的な形状を持っており、一機当選の活躍をしました。しかし同年の陸戦型ガンダムはガンダムに似たフェイス形状をしていますが、ワンオフ機ではありません。また機動戦士ゼータガンダムではガンダリウム合金という装甲材が登場し、それによって RX78 の装甲材ルナチタニウム合金、ガンダリウム合金の一種という設定が誕生しました。そのためガンダリウム合金を採用していれば、リックリアスのように外観が RX78 をベースとしている機体でなくても、設定上ガンダムの分類に属すると言われる機体も登場しました。一方でティサーンズでは一年戦争のガンダムの活躍から、ガンダムとはスペックではなく象徴的な存在を示すという概念も現れます。そのため DR1 ヘイズルは基本フレームはジムクエルを使用しつつも、ガンダムヘッドを装着することでガンダムがジオン残党への心理的影響をどのように及ぼすか検証を行っており、さらに各部を増強することでポテンシャルが高くなっていることから、作中ではガンダムとして登録されており、パイロットと関係者たちはヘイズルはガンダムであると誇りを持っている様子が描かれています。しかしメカニックは格好はガンダムだが中身はジムクエルと発言しており、一方で大破したヘイズルをジムクエルのパーツと戦艦にストックされていた予備パーツで内装も含めて大幅に改修した機体ヘイズルカイに対しては、メカニックもこれは新しいガンダムであると発言する様子が描かれています。そのためか電撃ホビーマガジンアドバンス・オブ・ゼータリブートでは名実ともにガンダムになったのはヘイズル界以降とされているほか、マスターアーカイブのジムファミリー解説書籍にてストライカーカスタムなどと合わせてヘイズルも解説されているので、この時代はガンダムが象徴を示すのか、それとも機体性能を示すのか、媒体によって異なっているようです。なおガンダムマーク2は同じくジムクエルの流れを組む機体ですが、あまりジム系という設定は見受けられない印象があります。個人的な推察ですが、ガンダムマーク2の設定上ヘイズルと異なりジムクエルのフレームを流用するのではなく発展させており、さらにジオン系技術者を外して地球連邦系技術者のえりすぐりで開発を行い、
地球連邦の中でも特にアースノイドの象徴となるフラッグシップ機として開発された機体とされているので、機体性能的にも象徴としての意味も含めてガンダムとして扱うことができるのかもしれません。その後、ゼータ計画以降、アナハイムエレクトロニクスが開発するガンダムはガンダムウォーズプロジェクトゼータにて General Purpose Utility Non-Discontinuity Augmentation Maneuvering Weapon System、 すなわち全領域汎用連続増強機動兵器、略してガンダムシステムという設定が誕生しており、機体にガンダムという名称がつくようになりました。また後年に開発されたシナンジュスタインはガンダムシステムが搭載されているか不明ですが、別名ユニコーンガンダム0号機とも呼ばれているので、見方によってはシナンジュスタインを回収したシナンジュもガンダムの分類に含まれると解釈することもできます。その後開発されたツシーガンダムが映画内でガンマンからガンダムと呼ばれている一方で、小説版で地球連邦のメカニックはテロリストが使用した機体をガンダムと呼ぶことに嫌悪感を示しているので、ガンダムに対する考え方が人物や陣営によって異なっている様子が伺えます。アナハイムエレクトロニクスに代わりサナリー製モビルスーツが台頭してからはガンダム F91 が登場しました。サナリーはガンダムとは呼ばず F91 と呼んでいましたが、連邦軍内で F91 の顔を見て昔こんな顔のモビルスーツがあったという話になり、ガンダムと名付けられました。その先のビクトリーガンダムの世界ではガンダムは抵抗のシンボルとしての意味を持つとされているので、ザンスカール帝国は抵抗をしているのは自分たちという考えから、ビクトリータイプをガンダムと呼ぶのを避ける様子が描かれています。また同じ時間軸のクロスボーンガンダムゴーストでは、サナリーが開発した F99 レコードブレイカーとクロスボーンガンダム X2 をベースに木星帝国で開発された天草の性能を組み合わせて開発されたファントムがあります。作中で基本的にファントムと呼ばれ、パイロットのフォントボーが自分の中でだけファントムガンダムと呼ぶようにしているものの、模型やゲームではファントムガンダムと呼称されます。このように宇宙世紀では人物、時代、陣営などによってガンダムの意味合いが異なっているので、考え方によってガンダムの定義が大きく変わるようになっています。今日から俺はお前をファントムガンダムと呼ぼう。主に俺の心の中で。作品や状況によって定義が大きく変わるガンダムですが、他に先日の動画のコメントでいただいた内容では、ジムはガンダム型量産機だからガンダムというご意見もありました。確かに捉え方によってどんな機体もガンダムに見えたり見えなかったりします。こうして見てみるとガンダムの世界はとても奥が深く、自由に解釈できるところも魅力の一つなのではないでしょうか。皆様が考えるガンダムの定義、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。ガンダムは自由だ。無限の可能性を秘めている。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。